皆さん、こんにちは。陽介です。今日は最近話題になっている日本の財政大丈夫というニュースについてお話しします。財政というのは国のお金の管理のことです。国がどうやってお金を集めてどうやって使うか、税金を集めたり、借金をしたり、道路を作ったり、医療や年金に使ったり、こういった国のお金のやりくり全体を財政と呼びます。サナエショックという言葉聞いたことありますか？実は今、世界の金融市場でこの日本語の名前が飛び交っているんです。英語では高市ショックとかサナエショックと呼ばれています。高市早苗首相の早苗から来ている名前ですね。もちろん私は経済の専門家じゃありません。でもこのニュースを見て、これは何が起きているんだろうと思っていろいろ調べてみました。今日は私が調べたことを皆さんと共有したいと思います。難しい言葉が出てきますが、できるだけわかりやすく説明しますね。では始めていきましょう。まず何が起きたのか簡単に説明します。2026年1月19日、高市首相が記者会見をしました。そこで食料品にかかる消費税を2年間だけ0%にすることを検討していると言いました。消費税というのは物を買うときにかかる税金ですね。今、日本では食料品の消費税は8%です。これを0%にする、つまりなくすということです。スーパーで買い物するとき、税金がかからなくなる。普通に聞くと、やったー、嬉しいと思いますよね。私も最初はそう思いました。でも、翌日の1月20日、大変なことが起きました。日本の国債が急に売られ始めたんです。国債というのは国の借金のことです。国がお金を借りるために発行する借用書みたいなものですね。特に40年ものの国債の金利が4.2%を超えたそうです。40年ものというのは40年後にお金を返す約束の国債のことです。10年ものなら10年後、30年ものなら30年後に返す。期間が長いほど本当に返してもらえるかなという不安が大きくなりますよね。だから長期の国債ほど金利の変化に敏感なんです。金利というのはお金を借りるときに払う利子の割合のことです。4.2% という数字は30年ぶりの高い水準です。世界の金融市場では日本売りという言葉が使われ始めました。ここで金利が上がると何が問題なのと思う人がいると思います。説明しますね。国債の金利が上がるということは国債の価格が下がるということなんです。なぜかというと、この国の借金本当に返してもらえるのかなと不安になると、みんなその国の国債を買いたくなくなりますよね。買いたい人が減ると値段が下がります。そして金利を高くしないと誰も買ってくれないという状況になります。つまり国債の金利が急に上がるということは市場が日本政府を信用していないというサインかもしれないんです。ではなぜ高市首相の発言でこんなことが起きたのでしょうか？市場、つまり投資家たちはこう考えたようです。消費税を0%にすると年間5兆円の税収が減る。その分国は
もっと借金しないといけない。借金が増えると将来返せなくなるかもしれない。このような不安が広がって国債が売られたんですね。財政規律という言葉があります。財政規律というのはお金の使い方をちゃんと管理することです。家計で言えば収入以上にお金を使いすぎないということですね。市場は高市政権は財政規律を守れるのかと心配しているわけです。国債とか金利とか難しい話だな。私には関係ないでしょうと思うかもしれません。でも実は私たちの生活にも影響があるんです。まず物価への影響。国債が売られると円も売られやすくなります。日本の財政は大丈夫なのかと不安になると円を持ちたくなくなる人が増えるからです。円が売られると円安になります。円安というのは円の価値が下がることです。例えば1ドル100円だったのが1ドル150円になる。同じ1ドルのものを買うのに前は100円でよかったのに今は150円になる。つまり輸入品の値段が上がるんです。日本は食品やエネルギーの多くを輸入に頼っています。ガソリン、小麦、大豆、肉、チーズ。これらの値段が上がると私たちの生活費も上がります。皮肉な話ですが、消費税を0%にして安くしようという政策が結果的に物価を上げてしまう可能性があるんです。次に、ローンの金利。国債の金利が上がると、銀行の貸出金利も上がりやすくなります。住宅ローンを組んでいる人や、これから家を買おうと思っている人には大きな影響がありますね。私は今、賃貸に住んでいるので、直接は関係ないんですが、将来のことを考えると気になります。そして、景気への影響。企業がお金を借りるときの金利も上がります。すると、新しい事業を始めにくくなって、景気が悪くなるかもしれません。景気が悪くなると、私たちの給料にも影響が出る可能性がありますよね。さて、ここからが今日のメインの話です。片山さつき財務大臣は、この状況をどう説明しているのでしょうか。片山大臣は1月20日にスイスのダボス会議に出席しました。ダボス会議というのは世界中の政治家やビジネスリーダーが集まるとても有名な国際会議です。そこで海外のメディアから厳しい質問を受けました。日本の国際市場は大丈夫なのか。片山大臣ははっきりと大丈夫だと答えました。彼女の主張をまとめるとこうなります。第一に、プライマリーバランスの黒字化。プライマリーバランスというのは基礎的財政収支のことです。簡単に言うと、借金の返済を除いた収入と支出のバランスですね。日本は28年ぶりにこれを黒字にしました。つまり、ちゃんと収支のバランスを取れているということです。第2に、税収の増加。日本の税収は84兆円まで増えました。経済が成長すれば税収も増える。だから新しい支出も追加の借金なしでできると説明しています。第3に、国際依存度の低下。国際依存度というのは国の予算のうち国債に頼っている割合のことです。これがこの30年間で一番低くなっていると言っています。第4に、 G7 で最も低い公的支出比率。G7
というのはアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、日本の7カ国のことです。この中で日本は GDP に対する政府の支出の割合が一番低いと主張しています。GDP というのは国内総生産のことで、国の経済の大きさを表す数字です。つまり、日本政府は他の先進国よりお金を使いすぎていないということですね。最後に IMF からの評価。IMF というのは国際通貨基金のことです。世界の金融を監視している国際機関ですね。片山大臣は IMF の専務理事から日本の財政への配慮が評価されたと言っています。さらに日本経済の方向性についても説明しています。日本はデフレ下のコストカット経済から脱却する。デフレというのは物の値段が下がり続けることです。コストカット経済というのはとにかく費用を削減して生き残ろうという経済のことですね。バブル崩壊後の日本はずっとこの状態だったと言われています。これを変えて積極的に投資して経済を成長させようというのが高市政権の方針だと説明しています。では、SNS や専門家はどう見ているのでしょうか。片山大臣の説明に対して厳しい意見も出ています。批判的な意見を3つ紹介します。1つ目は、選挙のための人気取りでは、消費税減税は選挙に勝つための政策だという声があります。一般の有権者は、スーパーで安く買えるなら嬉しいと思いますよね。でも、長期的な影響を考えていないと批判する専門家もいます。これを財政ポピュリズムと呼ぶ人もいます。ポピュリズムというのは大衆に人気のある政策を優先することですね。二つ目は、イギリスのトラスショックの二の舞ではという意見です。二の舞というのは同じ失敗を繰り返すことという意味です。誰かが失敗したのと同じことをしてまた失敗する。そういう時に二の舞になると言います。2022年、イギリスのトラス首相が大規模な減税を発表しました。すると国債が暴落し、通貨も急落。暴落というのは価格が急激に下がることです。トラス首相は就任からわずか45日で辞任に追い込まれました。SNS では高市首相も同じ道をたどるのではという声があります。3つ目は、消費税減税は逆効果かもという意見です。専門家の中にはこういう人もいます。消費税を下げると一時的には安くなる。でもみんながお金を使うようになって需要が増える。すると長期的にはもっと物価が上がるかもしれない。つまり一時的な痛み止めにしかならないという批判です。一方で心配しすぎだという意見もあります。一つ目は、日本とイギリスは違うという意見です。日本は対外純資産が世界一です。対外純資産というのは外国に持っている資産から外国からの借金を引いた額のことです。簡単に言うと、日本は世界で一番外国にお金を貸している国なんです。イギリスは逆に借りている側でした。また、日本国債の海外投資家の保有割合は約 6.5%、イギリスは約 31% でした。海外投資家が多いとパニックが起きた時にお金が逃げやすい。だから日本はイギリスほど急激な危機にはなりにくい
という見方があります。2つ目は、経済成長で財政は改善しているという意見です。日本の経済は成長しています。経済が成長すれば税収も増える。成長率が金利を上回っていれば借金の負担は軽くなるという考え方もあります。今日は日本大丈夫なのというニュースについてお話ししてきました。正直に言います。結局どうなるのか私にはわかりません。専門家でも意見が分かれています。片山大臣は大丈夫だと言っています。でも SNS や一部の専門家は危険だとも言っています。どちらが正しいのか、今の時点では誰にもわからないと思います。でも一つ言えることがあります。これからの展開を注意して見守ることが大切です。特に総選挙の結果がどうなるか。高市政権が勝てば積極財政の路線が続くでしょう。市場がどう反応するか注目ですね。そして私が個人的に思っていることがあります。それはどう転んでもいいように準備しておくことが大切だということです。経済が良くなるかもしれないし、悪くなるかもしれない。円安が進むかもしれないし、円高になるかもしれない。正直誰にもわかりません。だからこそ自分で稼ぐ力を蓄えることが大事だと思っています。私自身、企業に属して働きながら、こうして YouTube で発信を続けています。一つの収入源に頼りすぎない。新しいスキルを身につける。行動し続ける。これが不確実な時代を生き抜くための一番の対策なのかもしれません。皆さんも日本語を勉強しているということは、新しいスキルを身につけようとしているということですよね。それはとても素晴らしいことだと思います。今日皆さんは経済の難しい話を最後まで聞いてくれました。それだけですごいことだと思います。これからも一緒に日本語を学びながら日本の今を理解していきましょう。この動画が役に立ったらいいねボタンを押してください。チャンネル登録もお願いします。皆さんの国では政府の経済政策についてどんな議論がありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases. Come one day, from hiragana to kanji, you'll see. Learning's fun with Yosuke. Come with me.